い、皆さんこんにちは。今回の動画はね、旅動画とはまたちょっと違くてね、インスタ 360X4 のカメラの紹介の動画になります。オールインワンカメラ、こちらのね紹介をこれからしていくので、ぜひ、今回の動画をチェックしていってみてください。インスタ 360X4 の特徴的な機能は以下の通りです。 8K30fps360 度でシネマティックな動画撮影が可能。フローステート手ブレ補正プラス360度水平維持の機能があるので、より綺麗に動画を撮ることもできます。または Mi モード 120fps による驚異的なスローモーションも可能になりました。またこちらの見えない自撮り棒、カメラに映り込まないこちらの自撮り棒を使うことで、ドローンで撮影したような壮大な三人称視点の映像も撮ることができます。最初に撮影して後でアングル選択ができるという点は私は一番推したいポイントです。または 11K のタイムプラスなんかも使えることができるので、大変ね、いろんな用途で使えるカメラになってます。これからね、このカメラの商品情報と使い方、あとはね、編集方法まで、皆さんにねお伝えできればなと思うので、ぜひね見ていってください。まずこちらのインスタ 360X4 とはどういったカメラなのかっていうのを説明していきます。インスタ 360X4 は多目的に使える360度アクションカメラです。シネマティックな高画質、最大画素数なんと 8K の360度動画を撮影することができます。 X4 で360度動画を撮影した後に、このように後からアングルを指定することができます。これは右側が 8K の動画で左側が 5.7K の動画になるんですが、両方ともとてもね綺麗に映ってて大きな違いはないように思えるんだけど、このようにズームするとね、ベンチに座ってる人々のシルエットっていうのが全然違いますよね。右側の方が、ノイズがなくてねクリアに見えることが分かります。はい、この動画はね 4K の100フレームで撮影した動画なんですが、フレームレートがやっぱり高いのでスローモーションが滑らかです。これも同じくね、4K の100フレームで撮影した動画なんですが、鳩の大群がいたね、このように鳩が羽ばたいてるのもすごいね滑らかに見えちゃうの。翼がほらパタパタパターときて、で着陸する時のなんか筋肉の動きまでほらこのような感じで分かっちゃうの。スローモーションにしてもね、ここまで滑らかにね動きが見えるっていうのはね、個人的にすごいびっくりしました。そして360度撮影をうまく使って、このように面白いクリエイティブな写真を撮ることもできます。撮影方法はねすごい簡単です。まずはね、このインスタ360のカメラにこちらのねスティックをつけてみます。このような感じで、そしてはい、まずはねカメラの設定をします。72メガピクセル設定して、タイマーね5秒セットします。あとは自分の好きなアングルでお花さんを選んで撮るだけです。それではこのカメラをこの花じゃないんだけどね、ちょっとした葉っぱにセットしてみます。このような感じでセットします。というような感じで撮るだけで創造性を生かした写真を撮ることができます。はい、カメラのねアプリを通してこのような感じで自分ですぐに確認することもできます。360度すごーい。はい、動画を撮影する際にはね、より広角で撮影したいときはねメガビューで撮影することもできますし、ウルトラワイドで撮影することも可能です。はい、こちらメガビューとウルトラワイドの動画なんですが、メガビューでもねエッジの歪みが少なくて全体的に画質が綺麗なのが分かります。はい、そして X4 はね片方のレンズだけを使って通常のアクションカメラのように使うこともできます。普段のねカメラの使い方と同じ使い方もできるんで、すごいね便利です。また見えない自撮り棒を使って撮影する際に、アクションの片側だけが必要な場合には Mi モードを使うことができます。この画面はね Mi モードで撮影した動画を、編集ソフトでね見てる動画になるんですが、フラット動画になるので360度のようにいちいちね手間をかけて編集するっていうことがなくて、すぐシェアできるね MP4 で直接、記録してくれるんですね。なので少しでも編集の手間を省きたいとか、あとはまだ撮影にあまり慣れてない方なんかにすごいおすすめの機能です。また360度タイムラプス動画が 11K で撮影できます。モーション ND を追加することで映画のようなねかっこいい動きのある動画を作ることもできます。また自撮り棒は編集で見えなくなるので、他のカメラでは実現不可能な上空からのアングルなんかでも撮影できます。三人称視点の撮影が可能なドローンがなくても問題ありません。360度映像の編集はアプリやスタジオを使って簡単に編集することができます。でまず最初にパソコン版のスタジオというアプリを使用して編集してみます。
はい、今ね、インスタ360のスタジオのね、アプリを開いてるんですが、もうすでにね、カメラで撮ったデータはここにね、読み込んである状態です。拡張子がね、INSV っていう風になってるんだけど、ここの INSV っていうのが360度映像の拡張子になります。で、ここのソフトの中では、こういった360度の動画が自由に編集できるよっていうような感じです。はい、今からね、キーフレームを打って編集するっていうやり方を皆さんに説明していきます。キーフレームっていうのはね、このキーフレームボタンみたいなのがあるんですが、ここを打ったところのアングルとか大きさとか画角をね、決めれるっていうような感じです。例えばカメラ最初のところではこのような感じのアングルになってるんですが、キーフレームのところに来ると画角がさっき指定したアングルになるっていうような感じで、私がね今見えない自撮り棒を上に向けてるような状態なので、上から見るとねこのような感じになってます。で、一応ここの画角自体もクリスタルボールとか小惑星とかメガビューとか超広角デワープリニアみたいな感じでいろいろねプリセットが変えれるようになってます。一応撮影時にもカメラの方で超広角とかって決めれるんですが、一応編集時にもこのような感じで変えれるようになってます。例えばこのキーフレームボタン、黄色のところに来た時に、はい、このような画角にするとします。撮影が続いていくんですが、またキーフレームを打ってあげるとこの画角のまま進んでいくことになります。なんだけど逆にキーフレームを打って画角を変えてみます。例えばこのような感じでちょっと先の方を見るような画角にしてみるとかでなると、はい、最初このような感じの画角だったのがここに来たところで、はい、頭上からのアングルで、次のキーフレームはまだ同じなんだけど次のキーフレームで、はい、さっき指定したちょっと先の方を見るみたいな暗角に変わるんですね。で、キーフレーム以外にも例えば、後ろから来るこのバイクをキーフレームを打ちながら追跡していくっていうのができるんですが、ちょっと大変だったりします。その時に使えるのがここのねモーショントラックっていうのを使うんですね。すると自分が指定したものが動くんだけど、それを追跡してくれるんです。このような感じで AI が自動で。そう再生してみると自分でねキーフレームを打ってなくても自動的に AI が追ってくれるっていうような感じです。はい、このような感じですごい。で、自分でアレンジしたかったらね、また自分で先の方にキーフレームを打ってあげて、このまたなんかバイクみたいなのを追いかけるみたいなアングルにしてみると、どんどん近づいていくようなアングルになると思うんです。はい、こっからこのバイクを追跡するとともにちょっと近づいていくみたいな感じのアングルになるんですね。はい。で、ここにいろいろね他にもいろいろ選択できるものがあるんだけど、ここがね、タイムシフトっていうもので、例えばこっからここまでタイムシフトやってみるとする。で、自分でどれだけ速い、動画にするか、こんぐらいかな、16倍の速さで、じゃあちょっともうちょっと伸ばしましょうか。はい、16倍の長さで自動的にねモーション ND は追加されるんだけど、これがあることでよりね動きのあるかっこいい映像になります。このような感じで。はい、ちなみにね今から流す映像はモーション ND 追加してない時の映像です。普通のねちょっと早送りみたいな感じになるんだけど、モーション ND を追加することでちょっとね、こういう動きのある感じの映像になるっていうような感じで、今のを通してみると最初はここの画角から始まったのがここのねアングルに行くまでにゆっくりゆっくりこう変わっていくんですね。はい、このような感じで変わっていくんですが、ここのね間隔をもうちょっと早く変えたいなんていう時にはここのキーフレームを近づけます。最初の固定してるアングルからするとちょっと早い感じでグイーンと、はい、変わるんですね。で、逆にもうちょっとゆっくりアングルを変えていきたいよっていう時には、キーフレームを遠くの間隔でね打ってもらうとゆっくりゆっくり、はい、このような感じで、ちょっと今ガタガタしちゃったけど、はい、このような感じで変わっていくというような感じで、キーフレームの感覚で動きのね味っていうのも出ていきます。はい、滑らかにフイーンって曲がっていくっていうのもできるし、キーフレームが近いことで、はい、ウィンっていうような、はい、画角が変わったりとか、そして、次にね、後ろから来るこれを、はい、トラッキング追跡っていうような感じで、そこからグイーン、そして最後にタイムシフト映画みたいな感じになったりします。そこまでね360度の編集に慣れてない私でもだいぶね簡単に使いやすく編集することができてます。で、
この右側にもね、よりもうちょっと細かく編集したいよなんていう時に使えるオプションがたくさんあります。これらもね、すごい見やすいので簡単に使えます。はい、そしてね、今この画面に表示されてるアスペクト比は、普段の YouTube なんかに上げてる16対9なんですが、ここからね、インスタグラムのね、リールなんかで見る、ものに変えれたりとか、1対1に変えれたりとかっていうような感じですごい簡単にね、変えることができます。で、これに合わせていろいろね、こういう感じで、超広角にしてみたりとかメガビューにしてみたりとかっていうような感じで自分で調整してね、コンテンツに合わせた、アスペクト比をね、選択することもできます。またアプリの編集ラボを使えば数回タップするだけで様々なクリエイティブな動画エフェクトを使うことができます。編集は AI が処理してくれるのでとっても簡単です。 AI が処理してくれた後に自分でテンプレートを使って変えることもできますし、なんかちょっと違うなと思ったら自分でこのような感じでカットされた部分を入れ替えることもできます。やっぱり自分で一からね、アングルを選択して編集するっていうものに比べれば、やっぱり AI が勝手に選んでるものだからうまくいかないことは多いです。ですが、めちゃめちゃ簡単に編集できます。次はね、カメラの設定について皆さんに紹介したいと思います。同梱品にはカメラ本体、表示レンズ、レンズクロス、サーモグリップカラー、保護ポーチ、充電ケーブルが入っていました。標準レンズガードは取り外し可能なデザインでとても簡単に取り外しすることができます。個人的に標準レンズガードが無料で同梱されている点がとても嬉しい点でした。それではカメラ本体を詳しく見ていきましょう。カメラには両側に1つずつフロントガラスとリアレンズがついています。この2つのガラスレンズを通して撮影し、カメラの中で処理して1つの360度映像にしています。そしてこのカメラにはこことこことこことここ4つのマイクがついています。映像だけでなく音声も360度収録することができるのはとてもいい点だと思います。外部マイクの接続も可能です。また通知音などが聞こえるここにスピーカーがついています。設定から音声を変更したりミュートにすることもできます。またジェスチャー操作をオンにすることでカメラに触れずに撮影を開始することができます。また音声でもコントロールできるという点はとてもいいと思いました。それでは操作ボタンについて説明したいと思います。操作ボタンは電源ボタンとクイックボタン、シャッターボタンとメニューボタンの4つのボタンがついています。メニューボタンはデフォルトでモードの切り替えが可能です。ここのクイックボタンではプリセットを選ぶことができます。また自分でカスタマイズすることもできます。そして X4 のタッチスクリーンは 2.5 インチです。このスクリーンはゴーニングゴリラガラスという素材で耐久性の高いタッチスクリーンになっています。そしてカメラにはこのようにいくつかのドアがついているのですが、ここは Type-C USB3.0 端子で、ここは SD カードとバッテリーを入れるところになります。バッテリーや SD カードをしまうときには赤い印がなくなるまでしっかりカチッという音がするまで閉めるようにしてください。水中で使う際には防水を防ぐためにここはとても重要なポイントになります。また X4 のバッテリー容量は 2290mAh で 5.7K30fps で約135分の撮影が可能になりました。また 10m まで防水対応になっています。そして潜水ケースをつければ 50m まで撮影が可能になっています。インスタ 360X4 を初めて使用する際にはインスタ360のアプリでアクティベートします。撮影自体はとても簡単で、動画を選んでシャッターボタンを押すだけです。またスマホで画面を確認しながら動画を撮影することも可能です。それでは撮影モードについて説明したいと思います。撮影モードは360度モードで11個のオプションを選ぶことができます。シングルレンズモードでは5つのオプションを選ぶことができます。皆さんどうでしたでしょうか。このカメラでね、最高画質 8K の撮影ができたりだとか、見えない自撮り棒で壮大な三人称視点を実現することができて、ドローンがなくてもまるでドローンで撮ったかのような撮影ができるっていうのは個人的にね、すごい驚いたポイントです。さらにね、動画編集にならない方でもそういったね、編集アプリとか、ラップトップでもね、編集できるソフトなんかがあることで簡単にこのカメラを使いこなせるんじゃないかなと思いました。最後になりましたが、インスタ360の公式ホームページの情報を皆さんに紹介して終わろうと思います。公式ホームページではこのような感じで、お得に買えるセールなんかもやっていて、自転車撮影キットだとか見えない潜水キットなんて言って、ダイビングなんかをする方向けの様々な用途で買える情報がたくさん見ることができるので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。
以上がね今回のインスタ 360X4 による紹介でした。私はね GoPro しか使ったことがなかったので、最初これを使った時にはねやっぱり360度の撮影ができて、後からアングルを指定できるっていうのはねすごいね驚いたポイントでしたね。はい、これからねこれも合わせてね旅で使っていきたいと思うので、皆さんもねぜひぜひこちらのカメラ気になったらねチェックしてみてください。それでは久々にねちょっと真面目な動画になりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録、そしてこちらのご検討をお願いします。次の動画はね、今まで通り旅の動画になるので、そちらの動画ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。